この子はもうあと30分も持たないかもしれない。豪雨が地面を叩く中、誰かの絶望的な声が響いた。赤土に覆われた道は大きく崩れ、車どころか救助隊すら立ち入れない。たとえヘリを呼ぼうにも、あまりの強風で飛行ができない状況だ。現場の全員が黙り込み、ただ荒れ狂う雨音だけ重苦しく耳に残る。土砂の奥で薄暗い車内に取り残された小さな子供がかすかな呼吸を繰り返していた。体は泥と雨水にまみれ、唇は紫色に変わりつつある。汗なのか涙なのか、濡れた顔には一生懸命に生きようとする意志が伺えるものの、その意志を支えるだけの体力はほとんど残っていないように見えた。そんな絶望の空気を切り裂くように、俺は一歩前に出た。俺だったら、10分であそこまで届けられます。急な申し出に周囲は驚いたように目を見開く。やがて誰かが呆れたように言った。君は誰だ？町の電気屋だろう。どうやってそんなことが。けれど、今は立ち止まっている暇はない。俺にはこの子を助ける方法がある。ずっと封印してきた技術をここで使う時が来たのだ。たとえうまくいく保証はなくても、何もしないまま諦めるわけにはいかない。雨は容赦なく降り続けるが、俺の決意だけは揺るがなかった。俺の名前は中村大和。実家が営む桜電気屋で働きながら、どうにか細々と暮らしている。もともと大した目的もないまま地元を離れ、それなりに夢を追ったこともあったんだが、結局はいろいろあって戻ってきた。親父の体調もあまり良くないし、一人で店をやっていくのは厳しいだろうと思ったからだ。古いガラス戸を開け、客が一人もいない店内を見回す。朝っぱらから来る客がいるとも思えないけど、親父はいつもこの時間から店を開けている。開けておかないと落ち着かないんだそうだ。俺もいつしかそのリズムに習うようになった。なあ親父、今日の予定は？そんなもん大してないさ。昨日は全く電話も鳴らなかったしな。親父はため息混じりに答える。数年前までは町内の人たちからの修理依頼でそこそこ忙しかったらしいが、今じゃ大型量販店の波に押され、町の小さな電気屋になんてあまり仕事は回ってこない。出張修理サービスが売りでもあったんだが、親父の体調が悪化してからは一時中断していた。俺が店に戻った当初、親父は休止じゃなくてやめちまうかとも言っていた。でもそれを聞いたとき、なぜだか俺は無償にもったいないと思ったんだ。ねえ親父、もう一回出張修理を再開してみないか？俺が行くからさ、困ってる人を助けるのがうちの店だろ。だったら出張やらなきゃ意味ないじゃないか。俺が言うと、親父はしばらく黙っていた。けれども、半日ほど経った夕方、なんとなく気まずい沈黙の中で、ぽつりと、わかったよと小さくつぶやいてくれた。もっとも、再開すると言ったところで、そうそう電話が来るわけもない。実際ここ数日、待っては見たものの、先日買ったドライヤーが動かないとか、蛍光灯がチカチカするといった些細な問い合わせが数件あったくらいで、本格的な修理依頼には至らなかった。俺も親父も、どうにも拍子抜けしたまま、暇を持て余していた。そんな静かな店先に、今日、唐突に一本の電話が入った。朝の9時過ぎ、ちょうど俺が壁のカレンダーを眺めながら、今月の家賃どうするかなんて、やや暗い計算をしていた時だった。はい、桜電気屋です。いつもより弾んだ声で親父が受話器を取る。表情が急に真面目になり、俺の方を振り返った。どうやら修理の依頼らしい。ああ、出張できる。もちろん、息子が行きますよ。親父はそう応対している。俺は自然と身を乗り出し、どんな依頼なのか耳をそば立てた。電話を切った親父は、お前、すぐ行ってこい。と声を落としていった。その口ぶりからしてかなり急いでいる様子だ。どうした？電気が急につかなくなったってさ。ご家庭らしいぞ。場所は西川さんっていう方のマンションだ。西川。俺は聞き覚えがない名前だったが、地図アプリで場所を調べたら、車で15分ほどの新興住宅地に立つ。ファミリー向けマンションのようだ。早速工具箱を軽トラに積み込み、俺は店を飛び出す。マンションは低層だけども、外観は割と小綺麗で、エントランスも落ち着いた雰囲気だった。部屋番号を確認してインターホンを押すと、すぐにドアが開く。
パッと目を引いたのは、中に立っていた女性の笑顔だった。桜電気屋さんですよね。電話してすみません。助かります。その人は、細身のワンピースを着て、柔らかく微笑んでいた。髪は肩あたりでまとめられていて、上品な香りがふわりと漂う。なんというか、驚くほど綺麗な人だな、と俺は思ってしまった。けれど、驚いてばかりはいられない。修理に来たからには仕事に集中しないと。いえいえ、こちらこそご連絡ありがとうございます。お困りの様子でしたので、すぐに伺いました。俺はそう言って、ドアの奥へ足を踏み入れる。そこまで広くはないが、清潔感のある部屋だ。リビングの一部が暗い。照明のスイッチを入れてもつかないようで、彼女は困った顔をしていた。すみません。昨日までは普通に使えてたんですけど、今朝になったら全然ダメで、息子もまだ小さいから、暗い部屋だとちょっと不安みたいで。お子さんがいらっしゃるんですね。俺が声をかけた瞬間、リビングの隅っこにちょこんと座っていた男の子と目が合った。小学校の低学年くらいだろうか。やや痩せた体つきで、肌は少し青白い。黒目がちの大きな瞳で俺を見上げるものの、その目はどこか警戒心を帯びていた。翔太、挨拶しなさい。電気屋さんが来てくれたのよ。母親がそう促しても、翔太くんは口を閉じたまま返事をしない。ただ、こちらをじっと睨むような眼差しを向けている。俺は軽く会釈を返しながら、無理に声をかけないことにした。人見知りするような子は少なくないし、ここで無理に構うと逆に警戒させるだけだ。すみません。あまり人に慣れていなくて。彼女は申し訳なさそうに微笑んだ。それだけでふわりとした優しい雰囲気が伝わってくる。俺は工具箱を抱え直し、照明周りのチェックに取り掛かった。天井の照明器具を取り外してみると、配線コードの一部に焦げたような跡があった。接触が悪くなってスパークでも起こしたのかもしれない。部屋のブレーカーにも異常がないか確認する。少々時間はかかったが、最終的にはコードを新しいものに交換して修理完了。ついでに周囲の天井裏も点検して他に異常がないか確かめる。俺はこういう作業の時は無心になれるのが好きだ。これでもう大丈夫です。スイッチ入れてみてください。彼女がスイッチを押すと部屋全体がふっと明るくなった。おーと思わず俺も心の中でホッとする。初めての本格的な出張修理だったからうまく直せて何よりだ。ああ、よかった。こんな丁寧に見てくださるなんて助かりました。ありがとうございます。そう言って彼女は安堵の表情で微笑んだ。後ろで見ていた翔太くんが一瞬こちらを見た気がしたが、すぐにぷいとそっぽを向いた。心なしか少しだけ安心しているようにも見える。俺は、いえ、どういたしまして、と答えつつ、作業服についた埃をはたいて道具を片付ける。最近始めたサービスなんです。以前は親父が出張に行ってたんですが、体調を崩していたもので、一時お休みしてたんですよね。俺がそう説明すると、彼女は、あ、そうなんですね。とうなずいた。続けて、にこやかに言葉を紡ぐ。本当に助かりました。あ、そういえば、私名前が西川彩香って言います。あまりこういうのって依頼したことなくて、緊張してたんですけど、頼んで正解でした。息子は翔太って言うんですけど、今ちょっと体調が不安定で、だから家の中で変なトラブルがあると、本当に心細くて。そうだったんですね。何か困ったことがあったら遠慮なく電話してくださいね。俺はそう言って名刺代わりの小さなカードを手渡した。連絡先が書かれただけのシンプルなものだが、彼女はそれを大事そうに受け取ってくれる。ありがとうございます。なんだか安心しました。その言葉が妙に胸に響く。電気屋の仕事なんて今の時代ネットで検索すれば大手だってたくさんあるし、あえてこんな小さな店を選ぶ必要なんてない。でもこうやって安心したと言ってもらえると、俺としてはやりがいを感じずにはいられない。家に戻ると親父が鼻歌混じりにレジ周りを片付けていた。俺がただいまと声をかけると、親父はうまくいったかと低い声で聞いてくる。なんとかね。配線コードが怪しかったから交換して点検もしてきた。そりゃあよかった。お前が出張に行ってくれりゃ店を続けられるかもしれん。それだけ言うと、親父はさりげなく椅子に腰掛け直し、小さく咳をする。俺は黙ってうなずくと、工具を整理しながら
頭の片隅でこの店を続ける意味について考えていた。親父は口には出さないけど、自分がやってきた修理の仕事に誇りを持っている。町のみんなが家電に困った時、最後に頼りになるのはこういう昔ながらの店なんだ。その思いを捨てられないでいるんだろう。俺も正直、今の時代にこんな手作業の修理なんて必要なのかと疑問に思うことはある。でも、今日みたいに誰かが助かったと笑顔を見せてくれたら、それだけでやる価値があるかもと感じてしまう。それから数日後、店の電話がやたらと鳴るようになった。エアコンの調子が悪い。洗濯機が動かない。コンセントから変な音がする。家庭のいろんなトラブルを抱えた人たちから次々と連絡が入る。今まではこんな状況考えられなかった。どうやらあの西川さんが SNS に桜電気屋さん、とても丁寧でよかったと投稿してくれたらしく、それが地元のママ友ネットワークで一気に広がったらしい。へえ、最近人気なんだってね。お宅の店、対応がすごく親切だって評判よ。現場に行くと、そんな声をかけられることが増えた。俺は戸惑いつつも、ありがとうございます、と頭を下げながら、一生懸命に修理に当たる。何せ立て込んできたもんだから、朝から晩まで車を走らせて、あちこち飛び回る日々が始まった。最初は不安もあったけど、忙しさの中にある充実感は悪くない。むしろ、少しずつ楽しいと感じるようになっている自分がいた。困った人の役に立てるのは嬉しいよ。いいアイデアだったな、ヤマト。ある夜、親父がそう言ってくれたとき、俺は思わず照れくさくなった。親父から褒められることなんてめったにない。いや、俺だって親父に教わったことをやってるだけさ。と言い返すと、ふんと鼻を鳴らして、まだまだだと被せるのも忘れない。それでも、どこか嬉しそうにしているのが見て取れた。そうして順調に、出張修理は軌道に乗りかけた。ある日の午後、再び西川さんから連絡があった。以前と同じように、また別の家電が調子悪くてすみません。と申し訳なさそうに言われたが、もちろん俺は即答で大丈夫ですよ、と返事する。そしてもう一度あのマンションを訪れることになった。玄関を開けてくれた西川さんは、前と同じように柔らかい笑顔を向けてくれる。でも、その笑顔にはどこか疲れのようなものも感じた。また来ていただいてすみません。実はキッチンの電気が点滅するようになっちゃって、原因がよくわからなくて怖くて。台所の照明を確認すると、蛍光灯が接触不良を起こしているっぽい様子が見て取れた。買い替えれば済む話だが、念のため取り付け部分までチェックして、部品をちょっと微調整してみる。すると、あっさり治った。大掛かりな修理にならずに済んで、俺としては気が楽だ。ふぅ、これで大丈夫でしょう。スイッチ入れてみてください。西川さんが恐る恐るスイッチを押すと、蛍光灯がパッと点灯する。穏やかな光が台所に戻ると、彼女はほっと息をついた。本当、お手間をかけてありがとうございます。これお代です。そう言いながら、彼女はお財布を取り出して代金を払おうとする。俺は慌てて両手を振った。いや、いいですよ。すごく簡単な修理でしたし、そもそも西川さんが SNS に書き込んでくれたおかげで、最近めちゃくちゃ仕事が増えたんです。こっちがむしろお礼を言わなきゃいけないくらいで。でもそんな、私ただすごく助かりましたって SNS に書いただけですよ。大げさに感謝されるほどのことじゃ。いえいえ、大げさでも何でもなくて、あれがきっかけで問い合わせが増えたんです。本当に助かりました。だから今回はもうタダでいいですよ。そんな、お代はちゃんと払いますよ。じゃないとなんだか落ち着かないですし。気にしないでください。本当に今回は。いえいえ、払います。じゃあ半額だけでもどうです？半額って逆に気まずいです。軽く押し問答が続いて、結局どちらも譲らないまま、何とも言えない空気が漂いかけた。その時、リビングの方から小さな声が割り込んだ。ママ、早く行こうよ。翔太くんがリュックを背負ったままちょこんと立っている。西川さんは思い出したように時計を見て少し慌てた様子になった。そうだった。ごめんなさい。実はこれから翔太を公園に連れて行こうと思ってて。もしよかったら中村さんもお昼一緒にどうですか？お弁当作りすぎちゃったんですけど。
一緒に食べていただけると嬉しいんですが。不意に差し出された誘いに、さっきまでのやりとりを忘れて、俺はあっさりうなずいてしまった。すると、翔太くんが少し不満げに俺を見た気がするが、西川さんの優しい笑顔を目の前に断れるはずもない。じゃあ、お言葉に甘えて。西川さんは、じゃあ、お弁当を取ってきますね。と、足早にキッチンへ向かい、ピクニック用らしい手提げバッグを用意して戻ってきた。すみません。こんな急に誘っちゃって。彼女はそう言いながらも、その表情はどこか嬉しそうだ。俺も工具箱を軽トラに戻し、店に一言連絡を入れると、じゃあ行きましょうか。と促されるまま、二人プラス一人のちょっと不思議な組み合わせでマンションを出た。玄関先で西川さんが翔太くんの服装を気にしたり、帽子をちゃんと被らせたりしている様子を見ていると、俺にはなんだか懐かしいような温かさを感じる。ごめんなさい。なるべく早く戻れるようにしますから。お仕事大丈夫です？彼女がそう気遣ってくるので、連絡が来るまでは大丈夫なんで気にしないでください。と答えると、西川さんは安心したようにうなずいた。公園には子供の遊具や広めの芝生があり、平日の昼間だからか人はまばらだ。ベンチに腰掛けお弁当を広げると、彼女が作った手料理が色とりどりに詰まっていた。サンドイッチや卵焼き、彩り豊かな野菜たち。見た目だけでも十分美味しそうだ。こんなにいただいていいんですか？もちろん、たくさん作りすぎちゃって、息子もあまり食が細くて余っちゃうんですよ。そう言って小さく笑う。その隣では翔太くんがラジコンカーを眺めていた。大事そうに抱えているけれど、どうやら動かないらしい。古そうな機種で、ところどころ塗装が剥げている。それ、ラジコンなんだね。動かないの？俺が軽い気持ちで声をかけると、翔太くんはビクッと肩を震わせて、触るな！と、尖った声を上げた。その表情は明らかに敵意を向けているというか、知らない大人には触られたくないという警戒そのもの。俺はとっさに手を引っ込めた。ごめん。嫌ならいいんだ。気まずい雰囲気に、西川さんが申し訳なさそうに苦笑いを浮かべる。ラジコンを抱えている翔太くんは、俺を一別すると、走って公園の反対側へ行ってしまった。どうやら、同じくらいの年齢の子供たちが遊んでいるようで、そちらの方が居心地がいいのかもしれない。西川さんは深いため息をつきながら、ぽつりぽつりと話し始める。ごめんなさい。それ夫の形見なんです。あの子は父親を亡くした時からずっと、あれを大事に持ってて、でも壊れていて動かないんですよね。だけど、私もどう直していいかわからなくて、夫が亡くなったのは3年前で、翔太はずっとそのショックから立ち直れないままなんです。病気がちなせいで通院も多くて、いろいろ気苦労が絶えなくて。西川さんの話によると、翔太くんは小児喘息を患っているのだという。発作が起きると咳が止まらなくなり、ひどい時は呼吸まで苦しくなるため、吸入薬を手放せない状況らしい。病院で定期的に診察を受け、薬の管理に気を使う生活の中で、父親の形見であるラジコンを唯一の心の支えにしているそうだ。そっか。俺に何か手伝えることがあれば、遠慮なく言ってください。まあ、修理ぐらいしか取り柄がないですけど。そう言いながら、俺は照れ隠しに首をすくめる。実は俺、小さい頃から工作とかものづくりが好きでして、まあ、趣味の域を出ないんですけど、変なもんを作っては親父に怒られてたんですよ。西川さんが意外そうに目を丸くしたのを見て、俺は思い出し笑いをしながら続ける。例えば、小学校の時は牛乳パックを大量に集めて、風で動くカニを作ったんです。なんでカニだったのかは自分でも思い出せないんですけど、とにかくうまく動かなくて、家の中を牛乳パックが散乱するわ、接着剤の匂いは充満するわで、親父にめちゃくちゃ怒鳴られましたね。片付けてからもう一回作れって。牛乳パックのカニですか？あんまり聞いたことないですね。西川さんが口元に手をやって笑う。そこまで大きな声ではないけれど、先ほどまでの曇った表情とは違い、どこか開放感のある笑みだった。俺はそれに気を良くして、さらに調子を上げる。それに、高校生の頃は、ラジオを改造して勝手に防犯アラーム作ったりしてたんですよ。深夜にこそこそ作業してたら、誤作動で夜中にウィーンって鳴り出しちゃって、近所迷惑もいいところ、親父に
お前が町の平和を乱してどうするんだって、こっぴどく叱られました。それは大迷惑ですね。でも、なんだか面白いかも。笑いをこらえきれず、肩を揺らす西川さんの様子に、俺は嬉しくなって思わずにやけそうになる。こうして、他愛もない昔話をするだけで、ほんの少しでも彼女の気が紛れているのなら、それで十分だ。もう、中村さんたら何でも作ろうとするんだから。と茶化すように西川さんが言うので、俺は思わず反論するふりをする。いやいや、今はちゃんと実家の電気屋で真っ当な修理してますからね。さすがに深夜に街の防犯アラームを誤作動させたりはしませんって。多分。もう、多分って何ですか？やめてくださいよ、それは。西川さんは最後に小さく吹き出すと、両手で口元を隠しながら、すみません。こんなに笑ったの、久しぶりかもしれない。とつぶやく。ほんと、ありがとうございます。中村さんとこうやって話してると、私まで元気になれる気がして、翔太のことがあるから、いつも気が張り詰めっぱなしなんですけどね。今だけはちょっと肩の力が抜けました。そう言って、西川さんは顔を上げ、穏やかな笑顔をこちらに向ける。どこか曇った空が晴れて、光が差し込む瞬間のような温かい表情だった。俺は思わず胸がいっぱいになりながら言葉をつなぐ。もし自分でよければ、これからは仕事とか関係なく、いつでも頼ってください。困ってる時に誰かを頼るってすごく大事だと思うんです。俺もいろいろ辛いことがあったけど、親父がいてくれたから今の自分がいる。だから西川さんが何か抱え込んでしまいそうな時は遠慮しないで声をかけてください。俺で力になれることがあれば何でもするんで、頼ることに負い目なんて感じなくていいんですよ。西川さんは、と息を飲むように目を見開いたまま、しばらく俺の顔を見つめていた。次の瞬間、小さく唇を震わせながら声を詰まらせる。ありがとうございます。そんな急に、すごく心強いです。目尻に涙をためながら、彼女はかすかな笑みを浮かべる。その姿を見ていると、俺の方こそ胸が締め付けられるようだったが、その奥にふわりと温かい気持ちが芽生えてくるのを感じた。その時、後ろの方からやけに通る男性の声が響いた。彩香さん、やっぱりここにいたんですね。振り向くと、一人の男性が小走りでこちらへ近づいてくる。少し息を弾ませながらも、襟元をさりげなく整え、にこやかに微笑んだ。その様子を見た西川さんが、早坂先生、こんにちは。と声をかける。早坂と呼ばれた男性は、軽く会釈をし、すぐに言葉を続けた。今日は天気がいいから、ここにいるんじゃないかなって思ったんです。早く仕事が終わったので来てみたら、やっぱり大正解でしたね。翔太くんは、向こうで遊んでるんですね。早坂と呼ばれた男は、公園の奥の方で走り回る翔太くんの姿を見つけると、満足げに笑ってから、初めて俺の存在に気づいたようだった。おや、彼は？問いかけられた西川さんが、笑みを含んだ声で答える。桜電機の中村さんです。私の家の不調をいろいろと丁寧に見てくださって、今日もちょっと用事があったので来てもらってたんですよ。早坂は、ふーんと短く相槌を打ちながら、どこか探るような目で俺を見た。その態度にわずかなトゲを感じないでもないが、気のせいといえば気のせいかもしれない。西川さんはすぐに俺へ向き直り、やんわりと紹介してくれる。こちら、翔太の主治医をしてくださってる早坂先生です。夫の友人でもあって、いろいろとよくしていただいてるんですよ。ああ、そうなんですね。はじめまして、中村と言います。俺がそう言って軽く頭を下げると、早坂先生は薄く笑って、再び西川さんに目を戻した。まるで、俺など背景の一部にでもなったかのようだ。彩香さん、もしこれから時間があるなら、少し足を伸ばしませんか？近くの自然資料館で季節の花や昆虫の展示をやってるんですよ。翔太くんそういうの好きでしたよね。先日も山に行きたいなんて話してたし、これはいい機会かも。唐突な誘いに、西川さんは目を丸くしてから遠慮がちに首を振る。でも、先生にここまで付き合ってもらうのは、大丈夫ですよ。僕も好きでやってるんですから。それに、今のところ体調も良さそうだし、気分転換になるかもしれない。もし万が一何かあっても、僕がそばにいれば安心でしょ。そう言いながら早坂先生は、
まるで当然のように西川さんを促す。俺は微妙な居心地の悪さを感じずにはいられなかった。やんわりと断りかける西川さんだったが、じゃあ少しだけ。と折れるようにうなずいてしまう。あ、それじゃあ中村さん、せっかくお昼をご一緒してもらったのに、ごめんなさい。また今度ゆっくりお礼させてくださいね。今日は本当にありがとうございました。中村さんとお話できてすごく良かったです。こちらを振り向いた西川さんは申し訳なさそうに微笑む。隣の早坂先生はどこか満足げな表情を浮かべていた。俺は、いえ、気にしないでください。とだけ返し、なんとか笑顔を作る。すると、早坂先生がちらりとこちらを見やり、電気屋さんにはいろいろお世話になりました。今後も何かあればよろしくお願いしますよ。そう言い残して、西川さんを伴い足早に去っていく。ポツンと俺が取り残された公園には、吹き抜ける風と遠くから聞こえる子供の笑い声だけが残っていた。それからしばらく、俺の生活は出張修理の忙しさこそ変わらなかったが、不思議と心に穴が開いたような感覚が残っていた。気づけば頭のどこかで西川さんや翔太くんのことを思い出し、無事に過ごしているか気にしてしまうのだ。しかしあの日以来、西川さんからの連絡はぱったり途絶えていた。何かあったのか、それとも気を使って連絡を控えているだけなのか、いろいろ考えてしまうたび、ちょっとした虚しさが胸をよぎる。いや、そもそもお客さんとそんなに密にやりとりするのは変な話だし、彼女には医者である早坂先生という心強い存在もいる。俺の出番はないのだろう。と納得しかけては、どこか寂しさを拭えない自分がいた。それから数日後、土砂降りの日だった。修理を終えて店に戻ると、親父が奥の作業机に突っ伏していた。年のせいか、体力は落ちていても、あまり昼寝するような人じゃなかったから、少し心配になる。そっと声をかけると、親父はむくりと起き上がって、白髪混じりの頭をぐりぐりとかいた。なんだ、ヤマトか。帰ったなら声かけろよ。いや、親父こそ、大丈夫なのか？横になってたけど、俺がそう尋ねると、親父はさも当たり前のように、ちょっと休んでただけだ、と低くうなる。実際、顔色はそこまで悪くない。ほっとしたような、残念なような、不思議な安堵を覚えながら、自分も作業机の隅に腰を下ろした。どうしたヤマト？お前なんだか浮かねえ顔してるじゃねえか。いや別に、疲れてるだけだよ。嘘つけ。恋煩いじゃねえのか。突然、そんな言葉を投げかけられて、俺は思い切りむせそうになった。まさか、親父にカンパされるとは思わず、動揺で声も出ない。焦ってごまかそうとするが、親父はニヤニヤしながら、図星か。最近のお前どうも上の空だしな。誰かいい人ができたんなら素直に言っとけよ。ご祝儀の用意くらいしてやってもいいぞ。にひひと口角を上げるその姿に、俺は顔が熱くなるのを感じた。否定しようとすればするほど怪しまれる気がして、違う、そうじゃないって。と曖昧に言葉を濁す。すると、店の電話が鳴った。しかし、受話器を取った親父が、桜電気屋です。と言ったところで、急に眉をしかめたまま、おいヤマト、スマホだスマホ。と俺に指示してくる。どうやら、店の電話ではなく、俺のポケットの中で電話が鳴っているようだ。慌ててスマホを取り出して画面を確認すると、表示されていた名前は西川彩香。思わず心臓が跳ね上がる。すみません。中村です。震えそうな声を何とか整えて、通話ボタンを押すと、受話器の向こうから焦りと不安が入り混じった声が飛び込んできた。中村さん、翔太がさっきまで先生と出かけるって言ってたんですけど、連絡が取れないんです。こんな大雨なのに、まだ帰ってこなくて、車も見当たらなくて、どうしよう、私。いつも落ち着いた印象の彼女からは、想像もつかないほど、取り乱した様子が伝わってくる。外は確かに雨足が強く、警報が出るほどの荒れ模様だ。ニュースでも、土砂災害や河川の増水に注意が呼びかけられている。大丈夫ですか？落ち着いて。場所はわかりますか？もしかして、早坂先生の車でどこかへ行ったんでしょうか？はい。近くの山に昆虫を見に行くって言って、連絡が全然つかなくて、もし事故に遭ってたりしたらどうしよう。電話越しに聞こえる彼女のかすれた声に、
俺の胸がぎゅっと締め付けられる。この豪雨の中で行方がわからないとなれば、確かにただごとではない。迷っている暇なんてない。すぐ行きます。西川さん、家にいますか？俺が向かいますから。そのまま待っていてください。落ち着いて。いいですね。そういうが早いか、スマホを切って工具袋を手に取る。店のドアを開けようとする俺の肩を、親父がぐいと掴んだ。待て、行くのはいいがこれを持っていけ。そう言って差し出されたのは、かつて俺がある目的で作っていたドローンを入れた大きなケースだ。何年も前に色々あって、押し入れの奥にしまい込んでいたものだ。蓋を開けると、まだ埃一つない姿の機体が収まっている。俺は思わず言葉に詰まった。父さんこれ。お前は何のために作ったんだ？今こそ人を助けるために使うんだろ。行け。ぐずぐずしてたら手遅れになるかもしれんぞ。親父の声は低く、そして力強い。俺は無言でうなずき、ケースを抱えて雨の中へ飛び出した。空は黒く重たい雨で覆われ、叩きつけるような大粒の雨が視界を一気に奪ってくる。それでも足を止めるわけにはいかない。軽トラにケースを積み込み、エンジンをかけて急発進した。西川さんのマンションに着く頃には、道路はすでに川のように雨水が流れている。ワイパーを最速で動かしても、フロントガラスを叩く雨の勢いに追いつかない。なんとか駐車場に滑り込んで車を降りると、滝のような雨に全身を打たれ、あっという間にずぶ濡れになってしまった。それでもエントランスを駆け抜け、エレベーターで上階へ。西川さんの部屋のドアベルを押すと、すぐに血の気のない顔をした彼女がドアを開ける。中村さん。大丈夫ですよ。とりあえず落ち着いて、詳しく聞かせてください。部屋に上がらせてもらい、タオルを受け取りながら状況を聞くと、やはり早坂先生が翔太くんを車で連れて行ったまま連絡が途絶えているらしい。通常なら連絡が遅れる程度でここまで心配しないだろう。しかし今回は外が大荒れの天候で、しかも翔太くんは小児喘息を持っている。もし吸入薬のタイミングを逃したり、車が立ち往生したりしたらどうなるか。考えるだけでも悪い想像ばかり膨らんでしまう。さらに、先ほど県警や消防に電話をしたものの、土砂崩れや河川氾濫の危険が高まっているため、対応が追いつかず、すべてのルートを同時に捜索するのは難しいと返事をもらったらしい。確かに、この天候だと、警察や消防も手が回らないのだろう。何か手がかりは、先生からのメッセージとか、翔太くんがどこに行くって言ってたとか、何かありませんか？そう問いかけると、西川さんは目を伏せたまま、ふっと小さく息をつく。翔太は昆虫や植物が好きなんです。先日も山の方に虫を見に行きたいって先生に話していて、それで近くの山にある自然観察ルートに行くかもしれないって言ってました。車でちょっとしたドライブをするって。その言葉に、俺はすぐに地図のイメージを頭に描く。あの山間部は、この荒天だと土砂崩れや増水の危険が高い場所だ。もし本当に向かったのなら、途中で通行止めや渋滞に巻き込まれている可能性が高い。わかりました。じゃあ、その山のふもとあたりまで一度行ってみましょう。そこで、車の痕跡や警察、消防の動きも確認してみます。とにかく、場所を特定するのが先決ですから。決意をにじませながら言うと、西川さんは動揺している様子を隠しきれないまま、かすかにうなずいた。窓を強く打つ雨音が不穏に響く中、俺は親父から受け取ったドローンケースをしっかりと抱え込み、彼女を促すように立ち上がる。ここで動かなければ何も始まらない。そんな焦燥感が全身を駆り立てていた。ふもとへ降りると、すでに赤色灯を回したパトカーや消防車が何台も止まっていた。周囲には警察や消防の隊員たちが行き交い、あちこちで無線が飛び交っている。雨足は相変わらず激しく、道路脇の水たまりは小川のように水が流れていた。ここから先は土砂崩れや増水の恐れがあって危険です。避難指示も出てますし、一般の方は帰ってください。一人の警官がそう声を張り上げ、何人かの野じ馬を追い返している。俺と西川さんも近づいていくと、すぐに警官たちに制止されてしまった。あなたたちは、ここは立ち入り禁止ですよ。鋭い視線を向けられ、西川さんが一歩前に出る。私は西川彩香と言います。息子と主治医がこっちの山の方に行ったまま連絡が取れないんです。どうか助けてください。彼女の切羽詰まった表情に
警官は少し申し訳なさそうな面持ちを見せる。しかし、周囲の隊員からは、残念だが、現状この道は塞がっている。緊急車両も先へ進めない。などと、次々に報告が入っているようだった。一般の人が現場に入るのは危険です。どうかご協力を。やんわりとした口調だが、明らかにもう退避してくれというニュアンスが強い。西川さんが再び食い下がろうとしたとき、俺は胸に抱えていたドローンケースを持ち上げて警官に向き直った。待ってください。俺のドローンなら、路上や斜面が崩れていても上空から捜索できます。車の行けない場所でも探せるはずです。警官は、あなたはという顔をする。横から消防の隊員らしき人間も近寄り、俺と西川さんに目をやった。西川さんが慌てて説明を入れる。私は、行方不明になっている子の母親です。彼は町の電気屋さんです。電気屋さん？ドローン？混乱した様子の警官に、俺は覚悟を決めて名乗ることにした。中村大和と言います。以前、イノベーション電子工学研究所にいた頃に、ドローン技術の研究をしていました。雨天でもある程度飛行できるよう設計してあり、遠隔映像で捜索も可能です。どうか使わせてください。その名を口にした瞬間、奥の方から指示を出していた警察の幹部らしい人物がこちらを振り向いた。イノベーション電子工学研究所。まさか、あのドローンを開発した中村さんか。何人かがざわめく。その幹部はまじまじと俺を見つめ、再度問いかける。あなた、本当にあの研究所に所属していた中村大和さんなんですか？はい。研究員として在籍していました。今は町の電気屋をやっていますが、技術だけはまだ残ってます。今ならドローンで付近の状況を確認できます。山道の崩落状況も含め、あそこにいるはずの子供と医師を早く見つけたいんです。俺がそう言うと、その幹部は目を見開いたまま、一瞬口をつぐんだ。周囲の隊員たちも何やら神妙な面持ちでこちらを見つめている。雨粒がパトカーのライトを反射する中、彼は大きくうなずいた。わかりました。正直、我々もこの先どうやって捜索を進めるか頭を抱えていたんです。ヘリコプターは天候のせいで飛ばせませんからね。あなたのドローンが使えるなら、この状況を打破できるかもしれない。協力してもらえませんか？もちろん、そのために来たんです。その一言に西川さんが目を見開く。周りの警官や消防隊員たちは次々と手際よく連絡を取りながら、俺に周辺の地形図や災害情報を教えてくれ始めた。では、あなたのドローンで山間部をチェックしてください。崩落が起きている場所や孤立している車両がないかも確かめてほしいんです。了解です。なるべく早く上空から状況を確認します。俺はそう言ってケースを開き、雨水が降り注ぐ中でドローンをセットアップする。まさかこんな形で自分の作ったものが人の役に立つ日が来るとは。胸の奥に渦巻く複雑な思いを振り払い、俺はリモコンのスイッチを入れた。行きます。短く宣言してスロットルを上げると、ドローンは雨のしぶきを弾きながらスッと浮上した。周囲にいた警官や消防隊員が一様に息を飲んだように見える。真上に急上昇させた後、高性能カメラの映像をモニターへ表示させる。地形データと照らし合わせながら、地盤が緩みそうな場所や、通行不能になりそうな道を中心に映していくと、画面に土砂が流れ込んでいる山道が次々映し出されていく。すごいな。こんな大雨でもあんな安定して。背後で誰かがつぶやく声が聞こえた。俺は視線をモニターに固定したまま、風向き次第ではまだ揺れるかもしれないと冷静に答える。機体の動きがやや乱れるたび、ハラハラするが、なんとか持ちこたえている。雨粒がレンズにこびりついてくるたびに、角度を微調整しながら山道を順番にチェックしていく。ほどなくして、ガタガタの岩場に止まったまま、まるで行き場を失ったように傾いている車がモニターの片隅に映り込んだ。ズームを上げると、人の姿がかすかに見える。運転席側からは、早坂先生らしき男性がこちらを見上げるように手を振っているようだ。その隣に寄り添う小さな影は、どうやら翔太くん。顔を伏せるようにして胸を押さえ、激しい咳を繰り返している様子が映った。見つけた。あれが早坂先生の車です。間違いありません。俺が声を上げると、周りの警官や隊員たちからも安堵の声が漏れ聞こえた。すぐに周囲の人がスマホ越しに警察無線などで連絡を取り合い始める。西川さんも食い入るようにモニターを覗き込み、翔太と青ざめた顔でつぶやいた。
映像には、早坂先生が何やら一生懸命にこちらへアピールしてくる様子が捉えられていた。ドローンのスピーカー機能を起動させようとしたその時、同じく、こちら側のマイクから割れそうな音が飛び込んでくる。そちらは誰だ？車が動かせない。土砂が崩れて道を塞いでる。それに翔太くんが、咳が止まらないんだ。発作を起こしかけてる。薬がないと、あと30分持たないかもしれない。画面の中で、早坂先生が焦り切った声を上げているのが手に取るようにわかる。西川さんが、隣で悲鳴のように息を飲んだ。薬、どうしよう。私持ってるんです。でも、あそこまで届けられない。落ち着いて、大丈夫。俺が届けます。俺はそういうや否や、モニターを確認しながら、ドローンを一旦手元へ引き戻す操作に切り替えた。驚くほどの風の抵抗に耐えつつ、雨に濡れた空気を切り裂くように高速で戻ってくる機体を、警官や消防隊員たちは目を丸くして見守っている。戻ってきた。無事に機体をキャッチすると、すぐさま西川さんへ視線をやる。彼女はバッグの中から慌てて小さなポーチを取り出し、震える手で薬をまとめた。これ、咳込みがひどい時の吸入薬と喘息用の飲み薬です。水が入らないようにビニールで包んで、お願いします。わかりました。すぐ飛ばします。ビニール袋でさらに厳重に保護してドローンのフックに固定する。周りの警官が、まさかそんなことが。この荒天で薬の空輸なんて。とざわつくのが耳に入るが、ためらっている時間はない。再度ドローンのスロットルを上げると、機体は轟音とともに空へ舞い上がった。山道へ向けて全速力で飛ばす間、心臓の鼓動が一段と速くなる。風圧に耐えきれず、機体がブレそうになるたびに、細かいスティック操作を繰り返し、モニターに再び土砂崩れの現場が近づいてくるのを確認した。あちら側でも、早坂先生が気づいたらしく、大きく腕を振っている。薬を送る。準備して受け取ってくれ。スピーカー越しにそう叫ぶと、画面の中で早坂先生が一生懸命にうなずくのが見えた。俺は高度を微調整しつつ、木々や崩れかけの斜面に引っかからないよう、注意深く機体を滑らせる。到着地点は、水たまりや崩れた岩が散乱しているが、なんとか救出者が手を伸ばせるところまで近づくしかない。今だ！雨粒に歪むレンズの映像を見極めながら、ポーチを落とすタイミングを狙う。フックの解除レバーを押すと、ビニール袋で厳重に包まれた薬が30センチほどの高さから地面に落下した。早坂先生が飛びつくように拾い上げ、中身が無事か確認している。どうやら袋は破けていない。彼はほっとしたように肩を落とし、泥まみれの翔太くんにすぐそれを渡した。モニター越しに西川さんが小さく息を漏らす。荒れ狂う雨の中、翔太くんが一生懸命に吸入薬を使い、ごほごほと咳をしているのが確認できる。飲み薬を口に入れる動作も見えた。しばらくすると、激しさを増していた咳が少しずつ収まってきたのか、翔太くんが胸を押さえてうずくまりながらも、呼吸を整えようとしている様子が映った。助かった。本当に助かったんだ。西川さんが思わずドローンのモニターに向かって声を上げる。警察や消防隊員たちも、やったぞ！薬が届いた！と口々に叫び、暗い雨空の下で一気に安堵の空気が広がる。俺はその情景を確認しながら、ゆっくりとドローンの操作を終え、機体を安全圏まで上昇させる。安堵に浸っている暇はないが、それでも胸がぐっと熱くなっているのを感じた。すぐに救助隊が現場へ向かう段取りを決めている声が耳に入る。土砂の除去や迂回ルートの確保を一刻も早く進めるため、警官や消防士が慌ただしく走り回っていた。しかし、絶対的なタイムリミットの前に薬が届いたことで、翔太くんの命はつなぎ止められた。ありがとうございます。本当に。西川さんが雨で濡れたまま、涙とも雨水ともつかない雫を頬に伝わせながら、俺に頭を下げる。何度も何度も、周りの隊員たちも俺のドローンに驚きと感謝の混じった視線を向けていた。いや、よかったです。あとは救助隊に任せましょう。必ずここから先は安全に引き上げてくれるはずです。そう言いながら、俺はブレ始めたモニターの映像を見つめたまま、強く息を吐く。遠くの画面には、かすかにうずくまる翔太くんと、声をかける早坂先生の姿が映っていた。薬のおかげで呼吸は落ち着いてきたようだ。ドローンのプロペラがまだうなりを上げている。俺はゆっくりと操作スティックを引き、機体を安全な高度まで上昇させる。今はただ、翔太くんの無事を祈りながら、
荒れ狂う雨空に耐えているドローンをそっと帰還させた。それから先は、レスキュー隊や消防の人々が土砂と格闘しつつ、医師と翔太くんの元へ急いでくれた。ドローンからの映像と位置情報が決め手となり、なんとか山道の崩落部分を回避して、救助経路を確保できたらしい。先生、翔太くん、無事だそうです。救急車で病院に運ばれました。そんな報告を受けた西川さんは、思わず地面にへたり込むように泣き崩れ、周りの隊員たちが声をかけて支えていた。俺も全身の力が抜け、雨で濡れた体がずっしりと重く感じられる。とにかく、今は彼らが無事で何よりだ。それだけを心の中で繰り返した。病院の待合室は夜の嵐も相まって静かな緊張感に包まれていた。診察を終えたばかりの翔太くんはベッドに横になり、点滴を受けている。医師の見立てによると、薬があと少しでも遅れていれば、最悪の場合呼吸困難に陥っていた可能性もあるという。早坂先生も怪我こそないが、ずぶ濡れで体力を使い果たし、ショック状態に近い様子で検査を受けているらしい。本当にありがとうございました。もしあの時薬が届かなかったらどうなっていたことか。翔太くんの担当を引き継いだ医師が安堵の吐息を漏らす。少し離れたソファーには西川さんが座り込んでおり、タオルで髪を拭きながらもずっと落ち着かない表情を浮かべていた。俺はあまり人目につかないよう壁際に立っていたのだが、そこへ警察の幹部らしき人物が近づいてきた。中村さんですね。いや、本当にありがとうございました。あなたのドローンがなければ捜索はもっと手間取っていたでしょうし、薬の投下なんてまず不可能だった。おかげで取り返しのつかない事態を防げました。幹部は深々と頭を下げてくる。その後ろには先ほど山麓で指示を出していた何人かの警官も並んでいて、一様に感謝の面持ちだった。俺は少し気恥ずかしくて、いえ、そんな、人を助けたかっただけです、と言葉を濁す。すると、幹部が不思議そうな目を向けてきた。しかし、今は町の電気屋さんを名乗ってらっしゃるとか、あなたほどのドローン技術を持つ方がなぜここで、と、みんなが不思議に思っていまして。その問いに、俺は曖昧な苦笑いを浮かべたまま何も言えなくなる。傍らでは西川さんがそっと視線を向けていた。彼女も俺の正体なんて知らなかったのだろう。やはり説明するしかないのだろうか。俺は少し迷ったが、これまで胸に秘めていた過去を口にする決心をした。昔、自分はイノベーション電子工学研究所に在籍していました。ドローン技術の研究をしていて、特許もいくつか取らせてもらいました。おかげで、名前だけはそれなりに知れ渡った時期もあって、そう言いながら記憶がフラッシュバックする。何度も試作を繰り返し、ようやく量産モデルに近い形を作り出した頃、上層部が商品化を急いだ。俺は、まだ不完全ですと懸命に訴えたが、利益追求。とにかく勢いでテスト運用が進められてしまった。まだ、完成していなかったドローンで事故が起きて、人を傷つけてしまったんです。怪我で済んだからまだ良かったものの、けど、そんなの言い訳にならないですよね。人を助けるための技術なのに、逆に傷を負わせてしまって、喉がひりつくように痛む。視界の端で西川さんがじっとこちらを見ているのを感じつつ、俺はまるで自分に言い聞かせるように続けた。それが怖くて、研究をやめて研究所もやめたんです。親父がやっている小さな電気屋に戻って、一からやり直そうと思った。でも、今日みたいなことがなければ、俺は一生ドローンを触らずにいたかもしれません。一気に話し終えると、廊下に沈黙が落ちた。土砂降りの雨音がかすかに聞こえる中、警官たちは神妙な面持ちで黙っている。やがて、幹部らしき人物が、しみじみとした声で口を開いた。そうだったんですか。しかしあなたが抜けてから、あの研究所から出てくるドローンは、正直言ってあまり褒められたものではありませんでしたよ。データ管理もずさんだとか、悪用寸前の計画もあったとか、本当は、あなたの開発した製品を期待していたのに、退職されたと聞いて驚いたんです。だけど、こうして今日出会えたのも何かの縁です。どうかもう一度、私たちのためにその力を貸してもらえませんか。そう語る警察幹部らしき男の声には熱がこもっていた。廊下の片隅で、俺は壁にもたれたまま視線を落とす。まばらな救急車のサイレンが遠のいていく音が、病院の沈んだ空気に溶けていく。すると、西川さんが立ち上がり、そっと近づいてきた。さっきまで
疲れ切った表情をしていたが、今はどこか儚い笑みを浮かべている。中村さん、私たちが助かったのは紛れもなくあなたのドローンのおかげです。もしその技術を世の中のために活かせるなら、そうしてほしいって私は思います。だって翔太が今こうして息をしているのはあなたが動いてくれたからですから。その言葉に俺の胸は痛いほど熱くなる。自分の研究が誰かを傷つけた過去があるとはいえ、それでも今度は確かに命を救うことができた。瞳を潤ませる西川さんの表情がまるで可能性はまだあると語りかけているかのようで、何とも言えない感情がこみ上げてきた。人を助けるために作ったはずの技術が誤った使われ方をして事故を起こした。そのことを後悔しているのは間違いない。だけど今の俺が踏みとどまっているせいで救えない命があるかもしれないというのも現実だ。今日翔太くんを助けることができた。それが答えの一端になりうるんじゃないだろうか。少しだけ考えさせてください。だけど人の役に立つなら俺も前向きに検討したいと思います。そう答えると周囲の人々は柔らかな笑みを浮かべたり、そっとうなずいたりしてみせる。誰も俺を責めようとはしない。むしろ力を貸してくれと言うばかりだ。胸の奥にこびりついた罪悪感は一朝一夕で拭いされるものじゃない。けれどこの病院の廊下で響いたありがとうという言葉の数々は俺に一歩踏み出す勇気を与えてくれている気がした。遠くのベッドでは翔太くんが小さく咳をしながらもかろうじて眠りに落ちている。西川さんがその姿を心配そうに見つめているが、その表情には一筋の光が灯っているようだった。本当によかった。あなたがいてくれて。そうつぶやいて微笑む彼女を俺は黙って見つめ返す。いつの間にか台風のようだった雨の音は薄れて、遠くから救急車のサイレンも消えかかっていた。これから先どんな道を歩むのか、それはまだ決められないけれど、今は確かに人を助けるために何かが始まりそうな予感がしていた。それから数日後、あの大雨と土砂災害警報の喧騒が嘘のように、街には穏やかな日差しが戻っていた。俺は何度か翔太くんの入院先に顔を出していたが、その度に西川さんは忙しそうに動き回りながらも、笑顔で、ありがとう、と声をかけてくれる。翔太くんの症状も落ち着いてきたらしく、点滴を受けたままではあるが、以前ほど苦しそうではなくなった。どうやら発作のタイミングをしっかりコントロールできているようで、医師の監督下で無理をしなければ、そう長く入院する必要もないらしい。そんなある午前、病室に立ち寄ると、そこには意外な人物の姿があった。私服姿の早坂先生がベッド脇に立って、翔太くんと何やら話し込んでいる。病院内だけあってオフではなさそうだが、いつものようにクールな印象は少し影を潜め、どこか神妙な表情を浮かべていた。あ、中村さん。先に気づいたのは西川さん。病室の入り口で立ち止まった俺を見ると、少し照れくさそうに微笑む。テーブルにはいくつかの書類が置かれ、どうやら退院後の通院スケジュールや薬の管理に関する説明を受けていたところらしい。気づけば早坂先生と視線があった。以前公園で会った時のような見下すような目つきはすっかり消えている。彼は一瞬ためらうように言葉を探してから小さく頭を下げた。俺がこんにちはと会釈すると、早坂先生は深呼吸するように息を吐き、そして深々と頭を下げる。この間は本当にありがとうございました。自分は医者のくせに翔太くんを救うどころか、逆に危険な状況に追い込んでしまって、正直あの時あなたのドローンがなかったら取り返しのつかないことになっていたと思います。その声にはかつての傲慢さはまるで感じられない。むしろ自分の慢心を悔いているかのような響きがあった。俺は肩をすくめながら言葉を選ぶ。いや、俺はただ翔太くんを助けたかっただけです。医者だからとか電気屋だからとか、そんな肩書きは関係ないと思います。少し言葉に詰まったものの、早坂先生は深くうなずいた。そして、医者の俺が言うのもなんですが、あなたは人を救う力を本当に持っていると思います。だから、と再び口を閉じる。今度は何を言いかけたのかわからないが、そこで西川さんがやんわりと助け舟を出すように言葉をつなぐ。先生は翔太が大好きなんです。夫の友人でもあり、ずっと親代わりのように気にかけてくださっていて。でも今回の件で先生自身もいろいろ
考えるところがあったみたいで。早坂先生は苦笑混じりに、そうなんだよなと小さくつぶやき、翔太くんのベッドを振り返った。翔太くんはというと、ふてくされたような顔をしている。と思いきや、少し罰が悪そうに視線をそらしている様子だった。俺はベッドの脇に近づき、掛け布団の上から声をかける。調子はどう？少しは楽になった。翔太くんは顔を伏せながら小さくうなずくと、ありがとう。と、か細い声でつぶやいた。以前のような険しさはすっかり消え、その言葉にはほんの少しだけ安堵が混ざっているように感じられる。しばらく黙り込んでいた彼は、意を決したように唇を震わせると、僕、ずっと意地悪してたのに、助けてくれて。と、蚊の鳴くような声で告げた。その瞳には涙が浮かんでおり、病室に静かな哀愁が漂う。俺はそっと微笑んで、そんなの気にしなくていいよ、と答える。お母さんが大好きなんだよな。だから、取られちゃうと思ったんだよな。と、できるだけ優しい声で言ってみる。すると、翔太くんの肩がビクッと震え、ぎゅっと拳を握りしめた。だって、ママしかいないから。でも、ママがいつもおじさんの話してるの見て、なんか嫌で、ごめん。そう言ったまま、翔太くんはこらえきれないものを吐き出すように鼻をすすった。わずかに震えるその背中は、どこまでも心細いシルエットを描いている。それを聞いた西川さんは思わず顔を伏せた。きっと、翔太くんの幼い心にある孤独や恐れが彼をそういう行動に駆り立てていたのだろう。父親を亡くしてからの3年間、病気や不安と戦う中で母親だけが絶対的な支えだった。だからこそ、その母が誰かに奪われるように感じてしまったのかもしれない。わかるよ。ママを守りたかったんだよな。俺は翔太くんの小さな手をそっと握り、できるだけ穏やかな口調で問いかける。彼はその言葉にまた少し肩を震わせると、かすかにうんとうなずいた。涙を拭うことも忘れて、ぎゅっと視線を落としたままうつむいている。西川さんは切なげに息を吐き、隣でそっと息子の肩に手を置いた。翔太、ごめんね。翔太を不安にさせて、ママは失格だね。母と子が交わすかすかな視線には、言葉にしきれないほどの思いが詰まっている。俺はそんな二人の姿を見守りながら、ゆっくりと言葉を選んだ。寂しくて不安で、ママを誰にも取られたくないって思うのは当然だよ。でも、お母さんも翔太くんのことが大好きで、一番に守りたいと思ってるんだ。だから、これからは何かあったら一緒に乗り越えていこう。俺にも手伝わせてほしい。いいかな。翔太くんは鼻をすすりながら、ちらりと顔を上げて俺を見る。そして、ほんの少し戸惑いながらも、確かに、はいとうなずいた。その瞳には、先ほどまでの不安の影がうっすらと消えかけているように感じられる。西川さんも目尻を潤ませながら小さく微笑んでいた。病室の窓越しに柔らかい夕日が差し込んでいる。ごく普通の光景が今の彼らには何より尊く、そして温かいものに思えた。西川さんも目尻を潤ませながら小さく微笑んでいた。病室の窓越しに柔らかい夕日が差し込んでいる。ごく普通の光景が今の彼らには何より尊く、そして温かいものに思えた。それからさらに数日後、俺はある大きな決断を下すことになった。警察や自治体からの要請が相次ぎ、改めてドローン技術を公的に活用する仕組みを作れないか、という話が舞い込んできたのだ。ちょうど同じ頃、かつて俺が所属していたイノベーション電子工学研究所からも戻ってきてほしいと打診を受ける。以前の俺ならありえないと即答していたかもしれないが、今回の一件で心境は大きく変わった。研究所を去った理由の一つが、未完成のドローンを無理に運用しようとした上層部の悪用の気配だった。そして、その事故による罪悪感が俺の全てを押しつぶしていた。だが、警察や自治体が正式に動き、研究所の内部調査も徹底して行われた結果、不正を働いていた人間は全て排除されたらしい。そして、あなたが中心となって新たなプロジェクトを主導してほしいと言われたとき、俺の胸には一瞬戸惑いながらも不思議とやる気が湧き立った。正真正銘、人の役に立つドローンを作る。今度こそ間違いなく人を救うための技術を完成させたい。そう強く思えたのは、あの大雨の夜に翔太くんと西川さんを救えた手応えがあったからだ。今なら背負っていた後悔や恐れを
少しずつ乗り越えられる気がする。俺は新たに研究所に戻り、自分のやりたいことを思う存分やらせてもらうと条件をつけた。過去の不正をしっかりと洗い出し、関与していた上層部は今後も関われないようにしてもらうこと。その条件が通ったことで、ようやく俺は重荷を下ろして前を向けるようになった。で、お前はまた研究者に逆戻りってわけか。ある昼下がり、桜電気屋のカウンター越しに親父がボソッと言う。俺が慌ただしく準備をしているのを眺めながら、いつもの渋い顔をしているものの、その目はどこか嬉しそうだった。逆戻りっていうか、再スタートって感じだよ。まあ、父さんが店を辞めるって言わないから助かる。俺も時々は手伝いに来るからさ。親父はそんなの当てにしてねえよと言わんばかりに鼻を鳴らす。それでも口元にはほんのわずかに笑みが浮かんでいるように見えた。お前が研究所に戻ってからこの店まで有名になっちまって、出張修理の依頼が増えすぎたんだぞ。さっきも町内のばあちゃんが、あの有名な電気屋さんですよねなんて言い出すもんだから、ろくに休む暇もねえ。まったく、お前のせいで忙しいったらありゃしねえ。ぶつくさ言いながらも、親父の表情はなんとなく晴れ晴れしている。忙しさに追われるのも彼にとっては本望なのだろう。俺は苦笑いしつつ、棚に並んだ修理部品をそっと眺める。何かあったらいつでも声かけてくれよ。研究所に行ってても、俺にはやっぱりここがホームだから。ああ、困った時は呼んでやるから心配すんな。そうつぶやいて、親父は作業机に向かう。明らかに腰を痛めているのに、休むどころかニヤニヤして楽しそうに仕事を続けている姿を見ていると、俺も自然と背筋が伸びる。自分には守るべきものがある。それはこの小さな電気屋の看板であり、親父の誇りでもあり、そして人を助けるために存在するドローンの研究でもあるんだ。そう噛み締めながら、俺は荷物をまとめて店を出た。こうして俺は電気屋という日常の仕事と、人を助けるためのドローン開発という未来の仕事を同時に走らせる日々を送ることになる。朝は研究所で開発に集中し、夜になれば親父の店に戻って修理を手伝う。そんな二重生活がしばらく続きそうだ。大変だろうが、その忙しさすらも今は心地よい。そして、月が変わって最初の日曜、親父に店番を任せた俺は、西川さんたちと退院祝いのピクニックに出かける。晴天のもと、翔太くんは新しくなったラジコンを笑顔で走らせ、時折咳が出るものの、以前よりはるかに元気に公園を駆け回っている。このラジコンこそ、退院して間もないある日、翔太くんが、やっぱりヤマトさんに直してほしい、と俺を呼び出してきた父親の形見だ。数日前、西川さんから電話をもらった時は驚いたが、聞けば翔太くんが病室で、お父さんのラジコン直してほしい、と俺を探していたという。もちろん任せとけって、絶対に動くようにしてやるよ。そう豪語した手前、俺は家に駆けつけるなり、部品を取り寄せたり、配線をきれいにやり直したりと、昼夜問わず修理に没頭した。その甲斐あって、ようやく完成した新生ラジコンが今、芝生の上を軽快に走り回っているのだ。笑顔でリモコンを握る翔太くんの横顔には、入院前の不安げな影はほとんど見られない。時折咳込むものの、すぐに息を整えてまた走り出す。西川さんが心配そうに、無理しないでね、と声をかけるが、彼は大丈夫、と弾んだ声で返事している。その様子を見守りながら、胸いっぱいの安堵と喜びをかみしめていた。かつては尖っていた翔太くんが、こんな風に目を輝かせて笑っている。それに、ラジコンを見つめる西川さんの表情も柔らかく、まるで心の底から晴れやかな気分でいるのが伝わってくる。やっぱり、ヤマトさんに頼んで正解だったわ。そうつぶやいて、隣に腰掛けたのは、遊んでいる翔太くんをじっと見つめている西川さんだ。顔を少しほころばせながら、ありがとう本当に、と静かに続ける。公園を吹き抜ける柔らかな風が彼女の髪をさらりと揺らした。俺こそ、修理が成功してほっとしてます。形見を預かるって重たい話だし、そう簡単に壊したものを直せるか、最初は不安だったんですけど、俺が苦笑いすると、西川さんはすっと視線を移して、そんなことない。翔太があんなに無邪気に笑ってるの、久しぶりに見たんです。と、優しい声を落とした。遠くで、ラジコンがカーブを曲がりきれず芝生に突っ込むと、わーっと、翔太くんが慌てた声を上げる。けれど、何度転んでもまた立ち上がるように、そのラジコンも大きな音を立てながら、
再び勢いよく走り始めた。それを見て、俺と西川さんは顔を見合わせ小さく笑う。誰かのためになること。それを実感できるからこそ、人はこうして前に進めるのかもしれない。そんな思いを抱きながら、俺は空に視線をやる。いつか、この空を人を助けるためだけに飛ぶドローンが当たり前のように飛び交う日が来るだろう。その日には、きっと翔太くんも自分の形見のラジコンを片手に、笑って空を見上げるに違いない。